軽バンで事故りました。今日は皆さんに悲しいお知らせがあります。この間、日本一周三重県編を撮影していたんですけど、その移動中に軽バンで事故に遭ってしまいました。今日はそれについてお話ししていきたいんですけど、間違った情報を話してしまうって良くないので、あらかじめメモしておいたので、それを見ながら話させていただきます。まずは順を追って説明していこうと思うんですけど、相手方の情報とかもあるので迷惑にならない程度で話していきたいと思います。まずその日は軽バンの車内でいつも通り動画のオープニングを撮ってたんですよ。三重県の観光スポットだったりドライブルートとかいろいろ考えて朝の10時に撮影をスタートしました。で、そこからしばらく動画を撮っていたんですけど、買い出しのためにとあるお店の駐車場に軽バンを止めたんですよね。これはお店の方に迷惑がかかると良くないので、お店の名前は伏せさせていただきます。で、買い出しから戻ってきたら駐車場にパトカーが何台か入ってきて、何かあったのかなと思ったら、まさかの私の軽バンの目の前に止まったんですよ。と思って、もうすごい怖くなっちゃって、その時ちょっとパニックになっちゃったのは覚えています。それで警察の方に誘導されて車に移動したんですけど、隣の車にぶつけられてしまいました。もう思い出すだけで悲しい。ちょっと今の軽バンの状態を撮った動画があるので、それを流しますね。うわー、ショック。やられた。これ横から見るとちょっとへこんでる傷なんですよ。結構いかれたな。パパクリッパ。ちょっとカメラだと伝わりづらいんですけど、結構遠くにいてもわかるくらいの傷なんですよ。この黒いのって多分相手の車の塗装ですよね。相手の車が黒かったので、ドア開いた時にバーンガガガガみたいな感じでついちゃった感じがしますよね。もうこの事故で結構ショックを受けちゃったし、時間もかなり取られちゃったので、撮影も一旦中断しちゃったし、とりあえずちょっと悲しすぎて今はもうあんまり頭が回ってない状況です。こんな感じで私の助手席側のドアに相手側の車のドアをぶつけられてしまって、へこみができちゃったんですよね。で、その対応とかもあって、その日は日本一周三重県編の撮影は中断しちゃったんですよ。でもその日は三重県の観光すごい楽しみにしてて、気持ち的にバーって上がってたのに、もうすごいへこんじゃって、ショックすぎて、もう気持ち的にも撮影どころじゃなかったし、時間も結構取られてしまって、これ間に合うかなとかすごい焦っちゃって、もう全然撮影どころじゃなかったんですよね。私の軽バンはお父さんからもらったすごい大事な車だったし、私なりにもすごい大事にしてたから、こうやってぶつけられて傷ついちゃってすごいショックを受けてるんですよね。私が駐車した位置も悪かったのかなとかすごいいろいろ考えちゃって、一応両隣いないところに駐車はしたんですけど、やっぱり止めるところが悪かったのかなとか、あの時違うお店に行けばよかったなとか、いろんなことを考えてすごい頭の中がモヤモヤしてます。でもその日すごい風が強かったんですよ。もう強風でドアちょっと開けただけでバーンってなっちゃうくらい風が強かったので、私もドアの開け閉めにはすごい気をつけてたんですよね。相手の方も絶対わざとではないし、すごい謝ってくれたんですよね。で、その謝罪とかが終わった後に警察の方から身分証明書とか車検証と、あと自賠責を出してくださいって言われて、そのまま出して自己処理が始まりました。で、その時に自分の情報を書いたりするんですけど、名前とか電話番号、住所とか、あと職業書く欄があったんですよね。で、私職業なんて書いたらいいんだろうと思って、 YouTuber なんて書いたらいいんだろうと思って、でちょっと悩んでたら警察の方に何されてる方ですかっていう質問をされて、後ろのドアをガラガラガラって開けて、こんな感じで YouTube とか動画を撮ってるんですよねって説明したんですけど、警察の方もうわーってちょっとびっくりしたような、驚いててちょっと気まずくなりました。で、その後は相手の方と連絡先を交換して、そして私が自分で入ってる保険会社にも今と同じような感じで連絡を入れました。
そしてその場はもう終わって一旦解散したんですけど、その後に相手の方からすぐに連絡が来ました。その電話は謝罪の電話だったんですけど、まず車をぶつけてしまってすいませんっていうのと、あと貴重なお時間を取ってしまってすいませんっていう、もうすごい謝ってくれて、もうこれ以上謝らなくていいですよって思えるくらいすっごい謝ってくれたんですよね。あとはその電話の中でこういうふうに保険会社さんに伝えたのでご対応お願いしますっていうふうに今後の流れについての説明をされました。でその動画が実はパパクリップまた入院してたんですけど、いろいろカスタムして退院一発目の動画だったんですよ。軽バンをカスタムしてくれた B ステージさんっていう会社にもすごい申し訳ないなって思って、ちょっと今から謝罪の電話を入れたいと思います。もしもし。もしもし、鈴木優香です。どうもすいません、こんばんは。こんばんは。今大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お世話になっております。はい。パパクリッパの件なんですけど、はいはい。カスタムしてもらったばっかなのにまたぶつけられてしまってすいません。なんか結構びっくりするぐらいの音しました。当てられちゃった時って。なんか私その場所にいなくて買い出しに行ってたんですけど、帰ってきてから警察が集まってて、でそれで状況を説明して知ったんですよね。ほぼほぼ奇跡に近いですよね。普通だったらみんな逃げちゃう人が多いんで。いや、そうですね。その点本当に警察に言ってくれてよかったなって思いました。いや普通まず経験上8割9割逃げちゃう人が多いですので、いやそうですよね。すごい誠実に対応してくださってそこは感謝です。けどなんかもう本当に申し訳なすぎて乗ってたら写真見せてもらったけど結構な音するはずだから。確かに結構なんか傷もついちゃって色もついちゃったので、なんかもう治るか不安で。治るのは治る、綺麗にできちゃったら大丈夫ですので。よかったです。一応保険会社からも連絡来てますので、相手の方も誠実というかちゃんとしてる感じですぐ対応してもらったみたいで、保険会社からこっちに連絡してるから、あとは普通通りごくごく自然な流れで全部終わると思いますので。ありがとうございます。その場合って私もお金かかるんですかね？いやいや全然100ゼロってやつですよね。なるほど。このぐらいの修理だったらちなみにどれぐらいの金額かかるんですか？ドア1枚だけで済んでるとでも数万円10万円かかんないぐらいだと思うんですけどもね。そうなんですね。よかったです。相手が実費っていうとかわいそうかなと思うけど、保険会社でしたらね、その保険入ってるわけだから。そうですね。はい、じゃあまたパパクリッパお預かりさせてもらいます。本当に病弱なパパクリッパですいません。はい、しっかり面倒見ときます。お願いします。また連れて行きます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。B ステージのクラさんでした。めちゃくちゃ優しい。結構私がこうやってやらかしたりとか、次こうしたいとかわがまま言ったりするんですけど、何でもいいですよってお願い聞いてくれて、本当に B ステージさんには感謝です。こうやって行きつけの車屋さんがあるから事故った時もすぐ連絡できたし、すごい安心だったんですよね。今日私がこの動画を撮ったのはぶつけられちゃって悲しいってことを伝えたいんじゃなくて、みんなが確かにこういうことあるよね、自分もやっちゃいそうだなっていうなんかそういう考えるきっかけになったらいいなって思ってこの動画を撮ってみました。やっぱりわざとじゃないにしても事故っちゃっても事故られちゃってもすごい悲しいじゃないですか。なのでこの動画が少しでもそういう役に立ったらいいなって思います。あとは自動車保険ですね。私もこれを機に自分の入ってる自動車保険を見直してみたんですよ。自動車保険っていろんなオプションだったりプランとかあるじゃないですか。私もどういうのつけてたっけって忘れてたので見直してみたら、私の場合だったら相手の車をもし傷つけちゃったりしたらその金額は出るみたいな保険に入ってたんですけど、自分の車をやられてしまった場合の保険には入ってなかったんですよ。だからもし今回の事故でパパクリッパがちょっとでも動いたら自腹になってたし、なんかそういうのもちゃんと見直してもうちょっとなんかしっかり保険に入った方がいいのかなとかも考えました。もしこの動画を見てる方で保険会社の方とか保険のプロの方とかいたら、このオプションだけは絶対つけとけとかあったらぜひ教えてください。
あんまり分かんなくて、私お母さんと一緒にお店に行って分かんないなりに考えてやったんですよね。だから多分プロの方が見たら、いやいやゆうかちゃんこれ外してるのやばいでしょって思われる保険にもしかしたら入っちゃってるかもしれなくて、少しね今回こうして初めて事故が起きて不安になってしまいました。今回日本一周三重県編はできなかったんですけど、また日を改めてリベンジしたいと思ってるので、ぜひ楽しみにしててください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。バイバーイ。